このめちゃくちゃ可愛いキーボード、オーソリニア配列と呼ばれるちょっと普通とは違う配列のエポメーカールマ40。こちらエポメーカーさんからレビュー用に送っていただきましたのでチェックしていこうと思います。はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、こちらです。エポメーカールマ 40、40% レイアウトロープロファイルですね。オーソリニア配列のキーボードです。これね、見た感じ可愛いんですけど、これ電源入れますよ。これ、すごくない？この光るの。はい、ということで今日はこちらをレビューしていこうと思います。ちょっと明るすぎるからさ、ちょっと落としました。はい、ということでこちらね、エポメーカールマ40ですけども、40% コンパクトレイアウトのロープロファイルメカニカルキーボードということで、キーの数はこれね、47キーになっています。で、フルサイズキーボードの場合は約100のキーがあるので、これね、なんとその半分以下ということですね。で、まずはね、同梱物のチェックからいってみましょう。はい、まずはね、説明書。日本語はあるよ。ストラップとドライバーですね。予備のスイッチ。2.4GHz の USB アダプター。キーキャップキースイッチ引き抜き具。USB Type-C to A のケーブル。基本的なスペックですね。ロープロファイル 40% オーソリニアレイアウト47キーですね。Mac Windows 対応。有線無線対応。もちろん技的対応済みです。Bluetooth は最大3台、2.4GHz は1台と、合計4台の無線接続が可能です。で、まずはね、気になる配列から見ておきましょう。これはね、オーソリニア配列といって、面積が同じだった場合に、一般的なロースタッカードのキーボードよりも、キーの数を多く配置できる特徴があります。はい、ということでね、先日紹介したこの TH40 ですね。こちらとちょっと比較してみましょうか。この TH40 は皆さんが多分一般的に目にしているロースタッカード、いわゆる行ずれですね。はい、行がずれている感じのレイアウトになっているんですよね。これが多分一般的だと思います。で、今回のレマ40はですね、格子配列ということで、縦もね、横も綺麗にこう5番の目のように並んでいるのがわかると思います。なので、指の運びっていうのが今までのこちらのね、このロースタッカードのキーボードと比べて、こっちはちょっと斜めに移動する感じになると思うんですけど、オーソリニアの場合は、真上に移動するって言ったのかなになるので、ちょっとね、慣れが必要になってくると思います。で、僕はですね、今どういう状況かっていうと、ブラインドタッチまで完璧にはさすがにちょっといけてないですね。でキーボードを見ながら打鍵していれば、なんとかなるっていう感じの入力になっています。やっぱりね、この指の位置とキーキャップの位置が脳内マッピング上ね、ずれちゃうので、ここ慣れるまでは時間がかかる。苦労するかなと思います。ただ慣れてしまったら指の運びは最小限で済むので、非常に効率よくね、入力できるよって、オーソリニア配列使ってらっしゃる方は皆さんおっしゃるんですよね。多分それは全くもって真実だと思うんですけど、そこに行き着くまでにちょっとしたね、修行期間がいるということになると思います。で、外観なんですけども、本体はね、これね、CNC 切削アルミニウムを採用ということで、とても美しいですね。質感は非常に高いんじゃないでしょうか。ちょっとね、見えますかね。こんな感じで、このロープロファイルの持ち運び可能なね、このオーソリニアキーボードでこんなにもアルミニウムが美しくなっているというね。で、ちょっと裏面とか見ていきましょうか。裏面に関して言うと、はい、角度調整の足はありません。で、4隅に滑り止め用のゴムがあります。そして、はい、この後ろの方にはですね、USB-C コネクターと有線無線の切り替えスイッチがあるということですね。で、この左側ね、ここには、ストラップ用の
スリットがあるという感じです。ちょっとこれストラップつけてみましょうか。はい、こんな感じですね。こんな感じでつけることができました。本体のアルミニウムの色と同色系でまとめてあるので、すごくミニマルな感じがしていいんじゃないでしょうか。で、このね、ストラップがあるということで、持ち運びということも考えられていると思うんですけど、公式情報だと重さがね、410g ということでした。で、これをじゃあ実測してみましょうかね。399.5g なので、カタログスペックよりも軽いということですね。ペットボトル1本より少ないと、そういう感じですね。特徴的なのは、透明キーキャップを採用しているということで、半透明フロストホワイトの LAK プロファイルということです。素材は透明ポリカーボネートプラスチックですね。で、この透明を採用しているということで、このキーボードの特徴でもある RGB ライトがめちゃくちゃ綺麗に光るわけですね。ほら、すごい綺麗に光ります。この LAK プロファイルを採用していることで、表面はですね、割と真っ平ら系になっているということがわかると思います。で、この LAK キーキャップのこの刻印の丸いとこね、これは指の腹が当たる部分なんですけど、ちょうどね、ちょこっとだけ凹んでいるので、打鍵しているときに指の収まりがね、すごくいいです。はい、ということで、可愛いに全振りしてますよね。で、この配列ね、改めて見ていくと、このオーソリニア配列なんですが、ルマ 4T で特徴的だなと思ったのは、これね、スペースバー部分。これが1個だけなんですよね。僕は個人的にスペースバーは、分割というか、2個欲しいな派なんですよね。特にこういった小型レイアウトの場合には、このスペースバーをどう使うかが結構キー配列の効率化に役立つと思っています。なので、僕的に言ったらこの 2U ね、この 2U のスペースバーが2つあると、良かったなと、めちゃくちゃ良かったなと思ってます。もうほんとね、スペースバーを分割で使わせてくれということですね。で、僕のレイアウトをちょっと実際に確認していこうと思いますが、ビアのキーマップ上はこんな感じになっているんですけど、実際にちょっと見ていくとですね、まずですね、バックスペースですね。バックスペースを超音記号に書いてます。そして、タブキーをエスケープキーに、そして、キャプスキーをタブキーに変えています。そして、この右のオルトコマンドキーをバックスペースに書いてますね。で、このクエスチョンですね。クエスチョンマークを単押ししたときに全角モード、長押したときに右コマンドキーとして使っています。そしてこの左のね、オプションキー、こちらが単押ししたときに半角キー、長押しで左コマンドキーに変えています。あとね、細かいところはちょっといろいろ変更してますが、大体こんな感じですね。で、大体ね、僕は 40% レイアウト、小型のキーボードのレイアウトするときはこの配置にしているので、他のキーボードに移ったとしても、指の運びが迷わないような感じ、最小限にね、しているという感じですね。バッテリー稼働ですけども、RGB オンの場合が約7時間ですね。で、RGB オフにすると約75時間ということなので、モバイル用途で使う場合は基本的に RGB オフの運用がいいと思います。はい。それではスイッチについても見ておきましょう。スイッチはカエルホワイトレインスイッチと言われているもので、リニアスイッチになります。アクチュエーションフォースは50プラスマイナス 10GF。プリトラベルが 1.2 プラスマイナス 0.3 ミリですね。トータルトラベルが 2.8 プラスマイナス 0.25 ミリということで、材質はですね、これポム製になってますね。50GF ということで、ちょっと個人的には重い感じがしますね。で、音はね、これ打鍵してる時の音は、うるさくはないんですけども、静音仕様ということでもなさそうです。打鍵感はね、小気味良いと思います。構造的にはですね、クッショントレイマウント構造というものを採用しているんですけども、底付き時にはですね、ちょっと硬い印象を受けますが、
もしクッションがなかったらもっと硬くなっているんじゃないかなということと、このコンパクトさと軽さの兼ね合いから、この構造になったんだろうなということが想像できます。硬い印象と言いましたけど、不快ではないですね。持ち運びを考えた時のある種の最適解なのかもしれません。で、あとね、このストラップなんですけども、様々なご意見があるかと思いますが、個人的には、なくてもいいかなっていう感じですね。このストラップがつくんだったら、携帯用ケースとかの方が嬉しい人は多そうです。はい。ということでね、重さも大きさも携帯性に優れて質感高いアルミニウム本体、いつでもどこでも利用できちゃう、かわいい 40% オーソリニア配列のロープロファイルキーボード Luma4T。お値段チェックです。概要欄にリンク貼っておきますね。で、Amazon でチェックしていますが、一時的に在庫がないと出ています。金額的にはですね、だいたい17,000円前後ですね。エポメーカーさんはセール時に結構下げてきたりするので、この辺はチェックしておいてお買い得に、手に入れたいものですよね。ということで質問ありましたらコメント欄までチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。